はい、こんにちは、スタローンです。今回はね、ペール缶焚き火台第2弾行ってみたいと思います。今回使うのはガソリンスタンドでもらってきたペール缶ではなくて、我が家でオイル交換した空き缶、いつもね Amazon で買ってます。Amazon で買うとね、そこがねベコベコになってたり、これなんかね私が落としたわけじゃないんですよ。こんな風にね、我が家に届いた時からこんな風にへこんでました。もちろんね、ここ隙間空いてます。オイルはね漏れてました。まあね、ドボドボ漏れてたわけじゃないんでね、私はいいんですけれども、他のお客さんのね荷物にオイルがついたんじゃないかと思ってね、それがちょっと心配なんですよね。なのでね、配達される方はね、十分お気をつけいただきたいと思います。はい、ということでね、今回はこのねベコベコになった空き缶を2つ使って焚き火台をね作っていきたいと思います。それではね、早速作っていきましょう。まずね、この上蓋、これはね必要ないので剥がしていきたいと思います。結構たくさんオイル残ってるもんですね。前回作ったねペール缶焚き火台は、ここのね取っ手があるじゃないですか。この取っ手のすぐここにねラインが1本あるんです。このラインに沿ってカットしました。なるべく間口を大きくすることでね、薪をくべやすく、焚き火台としてね使いやすく作ったんですね。で、今回はここのねもう1本上のライン、ここにラインが1本あるんですけれども、ここを狙ってカットしたいと思います。前回よりも間口をねやや上に向かって狭く作りたいと思います。これなぜかというと、二次燃焼を狙うからなんですね。間口を狭くしてガスが中央に集まる、その中央に集まったガスにね熱風を当てて燃やしてやろうというね、そういった考えで作ってみたいと思います。これからインナー管作りますけれども、インナー管はさっきのねこのラインではなくて1本ね外側のライン、こちらですね、取っ手からすぐそばにあるライン、ここを狙ってカットしたいと思います。インナー管の場合はこのハンドル必要ありませんので、ここねカットしたいと思います。はい、2つのペール缶ねこんな風にカットして、ヤスリがけまで終わりました。前回同様こういう風にね組み合わせてみたいと思います。すっぽり入りました。そして、こうですよね、ここが浮くような状態ね。なんですけれども、私の切り方があまり良くなかったのか、こちら側はですねはみ出ちゃいますね。もともとね上の方がね径が大きくなってますから仕方ないんだと思うんですけど、ちょっとカットも良くなかったのかなと思います。なので必要ないところはねカットしてね、はみ出したりしないようにねしたいと思います。それじゃあ今度は火床の穴開けです。そこに開けたこの穴はね空気の取り入れ口、これは燃焼用ですね。そして二次燃焼用の穴、それはね、こちらのね上の方に開けていきたいと思います。これが邪魔なんですよね。ちょっとねこれも取っておきたいと思います。取り付けはねこのボルトとナット使いたいと思います。はい、とりあえずですねペール缶焚き火台完成しました。考え方はですね前回と全く一緒です。この部分ね隙
隙間を作ってここから空気を取り入れます。そしてそこの部分だけね穴を開けました。こういう風にね結構湾曲していますから、薪を置いた時にね下に結構隙間ができる、そういう考え方で底面の部分だけ穴を開けています。そして今回はですね二次燃焼を狙っています。二次燃焼用の穴、ここにね開いています。こちら側とこちら側ね。二次燃焼を狙うのでちょっとね上の方狭くなるように加工しました。そしてこれね持ち運ぶ時はこのハンドル持ってこうです。こうでも構いません。取っ手のねこの部分のプラスチック、前回ね全然この取っ手が熱くならなくて溶けることもなかったのでね、今回もこれはつけたままです。そしてこの部分にね 6mm の穴を開けてみました。これどういうふうに使うのかと言いますと、先ほど取り外しましたこの取っ手、これをですねキュッキュッキュッとこう曲げてあげて、ここの部分にね引っ掛けます。裏側も引っ掛けます。そうするとほらこんな風に持ち運ぶことができるんですね。これ結構良くないですか？買い物かごっぽい感じ。つまりですね、薪なんかをねこうやって中に入れて、ナイフとか手袋ね、こういったものも必要なものを中に入れて、こうやってキャンプに出かけることができます。焚き火キャンプ結構ね楽しそうじゃないですか。ということでね、早速この焚き火台使ってみたいと思います。今回はねいつもの薪、そして廃材、この2種類をね使ってみたいと思います。買った。最初のうちね少しだけ煙が出ますけど、最近暑くなってきてね蚊がねすぐ出るんですよね。今もね夕暮れ時になってきました。最初ねちょっとだけこうやって煙を出してあげるとね蚊がすぐいなくなるんでね、こういうところ結構焚き火のいいところですよね。いきなりいい感じでね燃えてきましたので、もうね二次燃焼を狙いますから、どんどんね薪をくべていきたいと思います。さっき割った薪ね全部もうこれで入れちゃいます。焚き付け良好、いきなりいい感じで燃えてますよ。いきなり二次燃焼起こってます。ご覧いただけますかね。ちょっとねボーボー燃えてるんでね見にくいかもしれないですね。暑くてね近寄れないんですけれども、右側のね二次燃焼の穴からね炎が出てます。左側はどうでしょうか。左側もいい感じで出てますね。ちょっとね左側の方は炎があんまり出てないですかね。二次燃焼の炎めちゃくちゃ出てるんですけど、ご覧いただけてますかね。すごい燃えてますね。怖いぐらいですね。ちょっと追加で薪を掘り込んでみます。火がもう消えましたね。置きがまだ残ってるんですけどね、これ完全に消えるまでもうちょっと時間かかりそうなので、ちょっとねこのまま捨てていきたいと思います。捨てる時にはここのハンドルを持ってこう
こうやって運ぶことができます。はい、今回もですね、焚き火台めちゃくちゃよく燃えてくれましたね。やっぱりね、燃料部分とその上のね、煙突部分になると思うんですけれどもね、燃料部分とね、煙突部分の割合が約1対1ぐらいをね、確保できています。そしてね、上方向はね、少し狭くなっていますので、その絞り切ったところでは、熱くなったね、空気を当てることで二次燃焼を起こすことができます。外周にはね、穴がないので、灰が落ちることもありません。風が吹いても結構安心ですよね。そして灰の処理が簡単。少々熱くても完全に火が消えればこうやって運ぶこともできます。これはなかなか便利ですよね。今回はこのペール缶焚き火台大成功だったと思っています。試作のつもりだったのでね、結構ざっくりと作りましたけど、このねざっくり感が私は結構気に入っています。簡単に作れますからね。なのでしばらくねこの状態で使ってみたいと思います。今回も下の部分にね足をつけませんでした。キャンプ場ってねこんなコンクリートの床じゃないじゃないですか。キャンプ場って大体ねデコボコした地面ですよね。なので薪をね両方から置いてあげるとかね、拾ってきた石でね支えてあげれば全然この方がね作るのもね楽ですし、結構ねいいんじゃないかと思っています。はい、ということで今回はペール缶焚き火台第2弾二次燃焼を狙ったペール缶焚き火台でした。それではねまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。